どうも、大金です。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回 Apple Watch シリーズ7の試作機、モックアップらしきものが出てきたりですね、あと iPhone 13に関して、13に関して驚きのね、ちょっと情報がね、出てきましたので、こちらについてお話ししたいかなと思います。9月あたりにかけてですね、Apple の発表会がね、ありそうということで、Apple Watch シリーズ7のですね、試作機というかね、リークの情報がね、もうどんどん出てきたりしていますので、そちらをちょっとね、前半見てですね、後半はですね、この iPhone 13に関して面白い機能、実験が行われているようで、どうやらそのマスクしたままで Face ID が使えるんじゃないかっていうね、ロック解除ができるようになるかもしれないっていうね、なんかそういった実験を行ってるんじゃないかっていうお話が出てきたんで、ちょっとそこについてね、面白いと思ったので、話したいかと思います。こちらのチャンネルではですね、Apple 製品をはじめとしたリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、だったりガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしてますので、ぜひチャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。この機会にね、ぜひ登録していただくとですね、もう本当にもう僕がね、本当に死ぬほど、もう死にそうだけど、喜びます。ありがとうございます。はい。もう通知ベルもね、オンにしていただくと最新情報届きやすくなったりですね、コミュニティ機能というものでね、Apple 製品はじめとしたお得なセール情報とかね、新製品情報投稿していますので、ぜひ通知ベルオンにして見逃さないようにね、してもらえればと思います。あとは Twitter も日々ね、こちらもタイムリーにね、更新しておりますので、フォローの方ね、お待ちしております。で、まずはですね、Apple Watch のシリーズ7についてですね、まず来月のね、9月の半ばあたりの登場がね、濃厚とされておりますが、これも楽しみではあるんですけども、こちらもね、いろいろとね、出てきております。まずは画面の大きさなんですけども、Apple Watch の本体部分っていうのは、ケースとね、呼ばれておりまして、今のモデルは40mm と 44mm っていうね、2つのサイズ展開になってます。なんですけども、これが次のシリーズ7ではですね、41mm と45mm、1mm ずつこう大きくなるサイズで出るんじゃないかという風に出ておりますね。一応今の形にですね、Apple Watch シリーズ4の方で変わってですね、ケースの大きさ、確か2mm 大きくなったんですかね。大きくなったので、つまりやっぱりね、デザインがね、変わる可能性がさらにこれ高まったんじゃないかなと思いますね。またこの画面がやっぱ大きくものをね、表すものとしてですね、Apple Watch のバンドですね、バンドのその画像っていうのがね、これ出てきてるんですけども、こちらドゥアン・ルイさんのね、Twitter で中国版のTwitter のですね、ウェイボからね、持ってきたものかと思うんですけども、Apple Watch シリーズ7の、純正レーザーバンドかなと思われる画像ですね。こちらに 45mm かという表示があったりとかですね、あとはこのマジンブーっていうね、アカウントをですね、これドラゴンボールこれいいのかって感じなんだけど、マジンブーさんですね。こちらは多分中国人の方なのかな。こちらはですね、41mm のバンドの、これ青色のね、網網のこのブレイデッドソロループっていうね、ものなんですけども、そちらの画像がね、これ出てきたりしてますね。もちろんね、これ見た感じ、今のバンドともね、もちろん今のバンドも、例えばシリーズ7で、使えたりね、僕もソロループとか使ってるんですけども、非常に快適ですけど、互換性はさすがにね、あるんじゃないかなと。今まで通り使えるんじゃないかと、バンドも。またシリーズ7もね、こんな感じになりそうっていうね、画像とか出てきましたね。いわゆるモックアップとかね、試作機とか言われたりするんですが、ただ厳密にはこれ試作機とかではなくて、以前に紹介したですね、動画でも話したんですけども、CAD 画像から、いわゆるその設計図が出たりしてたんですけども、それを元にしておそらく作ったもんじゃないかというものなんですが、これまたマジンブーさんだったかな。確か、ステンレスとアルミのモデルがですね、なんか一つずつこう作られているようで、これすごいですよね。特にやっぱこの中国とかね、ではですね、僕も動画見たことあるんですけども、特にその深センとか、中国のシリコンバレーとか言われてますけども、こういったなんかプロトタイプみたいなんて、もう本当ね、数日でね、大体本当は1ヶ月とかね、かかるらしいんですが、もう2、3日でこれできちゃうと。どうやらその部品とか、3D プリンターとかがね、すごいね、揃ってるんですよ。なんでデータとかあれば、本当ね、2、3日で作れちゃうらしいです、こういうのが。しかもこれまだね、勝手に発売前に作っちゃうっていうのがね、すごいと思うんですけども、また動画とかもね、上がってたりしました。なんか TikTok かなからおそらく中国版のやつから撮ってきたやつだと思うんですけども、もうなんかね、箱までなんかできててですね、なんか売ってるんですかね、これ。なんか20何ドルとかなんか書いてあった気がするんですけども、売ってるみたいで、偽物なんですけども、もちろん。もうこれすごいですよね。はい。これ動画ちょっと見た感じですね、あんまりなんか今のモデルと模造品の感じだと、あんまり違いがわかんない気もするんですけども、本物はもうちょっと完成度高いんじゃないかなと思ったりはしますが、もうちょっと薄くなるのかなっていう感じもするんですけどね。なのでもう少し本物ね、期待したいところではあります。
ますけどね。はい。ということで皆さんはね、Apple Watch シリーズ7ね、これどうですか？ちょっと見た感じ欲しいと思いますか？いかがでしょうかね。はい。ちょっと気軽にね、コメントいただければと思います。まあ僕が見た感じなんか微妙かなっていう感じがしたんですが、またApple Watch とね、これ一緒に登場するのがですね、やっぱり iPhone 13、13ですよね。こちらも9月にね、登場すると言われておりますが、まあリーカーのですね、ジョン・プロッサー氏からね、これまた驚きの情報がね、昨日あたりかな出てきてたんですけども、まあざっくり言うとですね、まあ次の iPhone 13にはですね、マスクをつけたままフェイス ID のロック解除っていうのがね、できるんじゃないかというかも、まあそういったことがね、できるんじゃないかということですね。まあフェイス ID というとまあ顔認証ですよね。マスクつけたままだとね、やっぱりこう認証されないので、まあめちゃめちゃ今の時代ね、不便というか、めちゃめちゃ使いづらいと思うんですけども、まあ一応僕もです、過去の動画で結構前のやつなんですけど、マスクつけたまま、フェイス ID 使えるなんか裏技みたいなのがね、マスクつけて、こう、フェイス ID 登録の時にこう、結構あれめんどくさいんですけど、何回か失敗して、まあやったことあるんですが、これも結構まあ大体認証割とね、してくれたりしたりですね。あとはApple 公式のものでは、Apple Watch があればですね、まあロック解除ができるっていう機能はあったりします。はい。まあ僕も使って、まあ一応便利ではあるんですけども、ただちょっとね、セキュリティはちょっと甘いんですよね。まあ実際これ Face ID でまあ認証してるわけじゃなくて、自分の iPhone ですね。まあその Apple Watch と、まあ厳密に言えば Apple Watch とまあペアリングされた、まあ Bluetooth で繋がった iPhone が近くにあれば、ロック解除ができてしまうというね、仕組みなんですよ。まあなんで例えばなんですけど、Apple Watch つけて多分寝てる状態で、こう iPhone 近づけたら、ロック解除できると思います、これ。まあできちゃうと思うんですよね。まあ振動とか一応こっちにロック解除されましたよって通知は来るんですけど、気づかないともう終わりなんで、まあというふうな一応方法はね、今のところまああったりするんですが、まあそういうんじゃなくてですね、もう Face ID 自体でどうやらマスクつけててもロック解除ができてるように、まあどうやら今ね、Apple はテストしてるというか、まあ実験してるようなんですよね。で、どうやってやってるかっていうと、まあどうやらなんかね、iPhone 12にこの専用のケースを装着してなんかテスト、まあ従業員にそれを配ってテストしてるってわけなんですけども、このケースなんですけども、これどういうものかっていうと、なんかカメラがね、上にこうついてると思うんですが、まあこれが一応 iPhone 13のおそらくカメラ、まあインカメラですね、まあ Face ID のシステムが入ってるものがついてると。で、iPhone 13のまあ一応 CAD 画像ですね、まあ設計図と、まあ左側のカメラの例えば位置だったりですね、まあ横幅の長さとかがまだ一緒だったら一緒ならしいんですよね。つまり、まあそこからですね、iPhone 13と同じものついてるんじゃないかというふうにね、まあジョン・プロスターは言ってたんですけども、iPhone 12のものだと、例えばちょっとまあ少し幅が広いのか、広かったりとか、まあカメラが右側にあるので、iPhone 13のものとちょっと違うんですよ。今のものってね。で、どうしてですね、iPhone 12にこんなわざわざね、なんかその iPhone 13のカメラのシステムがついたそのケースをわざわざ上につけて、こんなんやってるかっていうと、このケースをどうやら装着した状態で、Apple の従業員とかに、Face ID がじゃあきちんとじゃあ動くのかどうかってことですね。多分マスクをつけて、そういったまあテストをですね、まあ大規模になんか行ってるんじゃないかということですね。記事ではあったんですが、まあ本来であればもちろんその iPhone 13の本体で、まあ、持ってもらってテストするのはね、まあいいと思うんですけども、さすがにね、まだ発表してないね、まあものになるので、まあ特にそういうね、Apple はそういうセキュリティね、めちゃめちゃ厳しいと思うんで、じゃあ iPhone 13をじゃあいろんなこう従業員に配るとですね、情報漏洩とかね、もう新製品の情報がまあ例えば漏れてしまう可能性っていうのはね、高まるじゃないですか、どうしても。ということもあって、おそらく iPhone 12に、まあ、つけれるケースみたいに作って、まあ、iPhone 12につけてテストしてもらうっていうね、ことだと思うんですよね。まあ仮になんでこう発表されてないですね、iPhone 13持ってて、じゃあどっかになんか忘れちゃったとかね、なくしちゃったりしたらこれかなりまずいと思うんですよね。あれ見たことないなんかね、iPhone がね、なんか置いてあるとかね、これ話題になっちゃうと思うんで、はい。まあなんでそのマスクつけたままなんか Face ID がちゃんと動くのが、まあ外とかやっぱね、屋内とか屋外とかいろんなね、どうやらシチュエーションでやりたいよ、実験しないといけないんで、そういった実験をしつつも、まあセキュリティ面を考えた時にこういったものになったんじゃないかと思いますね。まあ結局なんでおそらくこれ Apple の内通者がね、ただまあリークしてるんじゃないかなと、まあジョン・プロスさんに対してってことかなっていう、まあそういうことですよね。まあなのでこのケースのなんかその画像自体は一応まあ本物ではなくて、それを似せて作ったまあレンダリング画像っていうもののようですね。本物だと一応なんか番号とか書いてあるらしくて、まあ多分識別番号とかなんか法律の番号なのかわかんないですけど、これその番号見たら多分誰がリークしたかって多分バレちゃうってことなので、まあ似せた画像を公開してるというふうに言ってました。ただどうやらまあ次の iPhone 例えば13でじゃあすぐにじゃあ使える確率っていうのは正直ちょっと低いのかなと思いますね。Face ID のこの実験自体がどうやらまあ最近に始まったものだっていうことと、シンプルにやっぱ9月にまあ登場するってことなので、もう2、3週間ぐらい時間が要するにねほとんどもうないっていう状態なんですね。もうそれ9
9月14日日本時間の15日とかに発表されると思いますので、正直ちょっと間に合わないかなっていうね感じはしますね。ただやっぱその新しいセンサーですね、そのハードウェアですね、もの自体は正直もうできているっていうね形だと思うので、仮にこの話が本当だとするとですね、あとはなんでどっちかというと中身のソフトウェアですね、iOS の問題なんじゃないかなと思いますので、そうなってくると今後やっぱ iPhone13 とかが登場はすると思うんですけども、その後になんかアップデートとかでね対応するんじゃないかなと思いますね。もしあるとすれば、この Apple Watch の解除とかも後でね、結局対応してきたので、そういったことが現実的なんじゃないかなと思いますね。あと一応なんかマスクつけたまま Face ID ロック解除と、メガネしてねなんかレンズが曇った状態でも Face ID が使えるようになんかしようとしてるらしいですね。これすごいけどね、どうやって認証するのかよくわかんないんですけど、こうなってくるとね、やっぱ指紋認証、これタッチ ID の搭載はこれ怪しくなってくるんじゃないかなと個人的に思いますね。じゃあ搭載これ今後ねされるのかどうかっていうねところですね。一応その画面内の指紋認証の搭載、今年はね噂されてたりしましたが、来年に持ち越しとかね、言われてたり、しますね。仮にこの Face ID がじゃあそのマスクありでじゃあ認証ができるようになるとするとですね、じゃあタッチ ID もう必要ないですよねっていうね、そういうことになりますよね。だってFace ID の方ここを向けるだけなんで、楽なんで、ただ一応電源ボタンに内蔵されてるタイプの、例えば iPad Air 4とかにね今搭載されてるんですけども、そっちのタイプのタッチ ID はですね、今後の、iPhone 例えば SE の、第3世代とか、そっちは、搭載されても全然あるんじゃないかなと思うんですけども、画面内のやっぱ指紋認証ですね、画面にタッチして認証するタイプはおそらく来年以降も搭載される確率っていうね結構これ低くなったんじゃないかなと思いますね。そんな気がします。アップルはやっぱもう一個ね先を考えているような気がしてて、じゃあどういうことをねしようとしてるのかっていうと、ブルームバーグのマーク・ガーマン記者が、以前の、ニュースレターでね記事の中であったのがですね、Face ID のカメラ自体をもうその画面の中に埋め込んじゃうっていうねものですね。そっちにするんじゃないかなと、アップルはそっちに振るんじゃないかなっていう気がしてますね正直。最近やっぱサムスンとかもですね画面内にインカメラをもうなんか入れちゃう、埋め込み型にしちゃうっていうのを実際もうこれ発表されてるんですよ。Z Fold 3っていうね折りたたみのスマホなんですけどね、インカメラもなんか画面内に入ってるんですよね。カメラがあるのはちょっと見えるらしいんですけど、実際あったりするので、アップルも多分ね Face ID を埋め込むっていう方向に行くんじゃないかなっていうね、今更なんかその画面内認証入れてもっていう感じするんで、そんな気が僕はしますけどね。なんでここら辺もねちょっと iPhone13 の発表会とかでの注目ポイントというか、ここら辺もなんか気にしてみたらまた面白いんじゃないかなと思います。ということで皆さんはねこれ Face ID ね、タッチ ID も含めてちょっとどうなると思いますかね。この話本当か嘘か分かんないんですけども、指紋認証欲しいですかとかね、気軽にちょっとコメントいただければと思います。また、iPhone13 とかね Apple Watch シリーズ7とかに関してはですね、以前の動画だったりですね、新型、iPad mini とかもついてもですね前の動画で上げてますので、よろしければこちらもご覧いただければと思います。でもいちいちちょっとね毎回情報見るのめんどくさいなって方はチャンネル登録していただいてですね、通知ベル押してもらえればと思います。勝手に飛んできます。こちらの動画少しでもね役に立ったと思った方はぜひグッドボタンだったりですね、チャンネル登録お願いいたします。いつもありがとうございます。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。